皆さんこんにちは、わくぼりです。今回はこちらのダイソーで売っている木材からうさぎの彫刻を彫っていく動画になります。来年2023年は、干支がうさぎ年ということで今回この動画にしました。今は10月、ちょうど彫るにはいいタイミングかなと思いますので、見ながら彫っていただけたらなと思います。今回彫るうさぎは面彫りという彫り方をしています。面彫りっていうのはこういう大きな面を残してそれをきれいに仕上げていく彫り方になります。以前にもネズミやペンギンの面彫りの彫り方を紹介していますが、この面彫りという彫り方は他の面を小さくしていって滑らかにする仕上げよりも少ない彫刻刀で比較的簡単に彫ることができます。なので、これから彫刻刀を始める方や始めたけどまだそれほど期間が経っていない方は、面彫りから彫ってみるのもいいかもしれないと思います。こちらの見本のうさぎは、型紙付きでクリーマの方で販売しますので、見本があった方が彫りやすいと思いますので、よければ購入を検討していただけると嬉しいです。はい、今回こちらを彫るのに使ったのはこの6本の彫刻刀になります。6mm の小型の左、1cm 2mm の小型の左、3mm の平刀、1cm 2mm の平刀、3mm の深丸、6mm の深丸、極深丸、この6本を使いました。僕は右利きなので小刀は、左向きのものを使っています。もし左利きの方は右向きの小刀を使っていただければいいと思います。これよりたくさんの彫刻刀を持っている方は、もちろん使っていただいて大丈夫ですし、その方が彫りやすいと思います。彫刻刀以外に使った道具を紹介します。小さめのノコギリ、木材を最後切断するときに使うちょっと大きめのノコギリ、あとはシャープペンや鉛筆、ペンなど、それと小さな差し金、これらを使いました。こちらが今回描いたうさぎの死体になります。こちらはこのダイソーの木材の幅に合わせて描いていますが、他のもっと幅の大きい木材に合わせて使うこともできます。なので概要欄、そしてコメント欄にダウンロードできるリンクを貼っておきますので、お持ちの木材に合わせてプリントアウトして型紙を作って試してみてください。それでは実際に彫っていきましょう。死体がダウンロードできたら、それを厚紙に貼って、カットしてください。それが型紙になります。いつもの滑らかな型紙の時も直線に切ってくださいといつも言っていますが、今回は面彫りですので線の通り切っていただいて大丈夫です。注意点としては、この側面のうさぎ、手の内側の部分、この部分は最初は切らなくて大丈夫です。最初からここをくり抜いてしまうと失敗の元になってしまうので、最初は取らないで彫っていきます。あと中心線、表面は最初から中心線引いてありますが、それを下まで延長して裏にも引いてください。これで型紙の準備はできました。型紙の準備ができたら次は木材の準備をします。注意点としては、手で持つ部分も用意しておいてください。ここの部分だけの木材で彫っていこうとすると持ちにくくて、彫れないことはないですが大変なので、持つ部分も用意します。それでは一番綺麗な面を見つけて、それを表面とします。この4面だとこれかこれ、好みによりますが、僕は年輪の外側の方がいいのでこちらを表面とします。表面が決まったら間違えないようにマークをつけます。それでは木材にも中心線を引いていきます。中心線、そのまま木材の幅の中心をぐるっと表、裏、左右にも引きます。それができたら上にも中心線をつないだ十字を引きます。木材に中心線が引けました。4面と上に十字。それでは荒彫りに入っていきます。まずは正面の型紙を、合わせてこのアウトラインを写します。アウトラインが引けました。ではこれを裏面にも写していくんですが、裏面を写す前にこのうさぎとこの土台の部分、これを分ける線をぐるっと一周引きます。土台の線が一周ぐるっと引けました。これができたら裏面を写します。先ほどと同じように中心線を合わせて型紙を写せました。型紙が写せたら入り墨の箇所にノコギリを入れます。具体的には、入り墨の箇所1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、
5、6、7、8。8箇所にノコギリを入れます。はい、ノコギリが引けたら、次はこの線の外側のいらない部分を取ります。大きい方の小刀を使って斜めに線まで取ります。いっぺんにバリッと取らなくても少しずつ、線に近づけていって大丈夫です。はい。とりあえず1箇所だけ線の外側の部分を斜めに取りました。それでは表面を他の部分進めたいと思います。耳と耳の間の細い部分はこの一部の 3mm の平刀を使います。ちょうど 3mm の間になっているのでぴったり削れると思います。はい、これで表面線の外側の部分はすべて斜めに落とせました。これができたら裏面も同じ状態まで進めてください。はい、表面と裏面のこの線の外側のところ斜めに落とすことができました。これができたら、この斜めのところの内側の部分、まだ取れていないところを取っていきます。小刀を使ってこの斜めの角度をだんだん倒していくように取っていって、表も裏もで最終的に取れるっていう風に削っていっても大丈夫です。もしくは平刀を使って上から垂直につくように取っても大丈夫です。スピード的にはこっちの方が速いです。注意するのは、こうまっすぐついていくうちにだんだん無意識のうちに斜めに入るように削ってしまって、この線の内側まで削ってしまうっていうことが、注意点なので、慣れていないうちは外側に削るようにしてだんだんやっぱり倒していくように裏を確認しながら取っていくっていう風にやると安全です。では取っていきます。この耳の間の部分も、やり方は同じです。平刀を使って裏側につく。できたら裏側から同じようにつく。これで取ることができます。表面と裏面の線の外側の部分が取れました。ちょっとぐるっと一周回してみます。はい、今こんな状態です。次は側面の余分を取るという工程に進みます。型紙を写します。中心線同士を合わせて、この台の線も合わせて、はい、線が引けました。この尻尾のところは、描くのがちょっと狭すぎて今の段階では描けないので、後で彫るときに調整したいと思います。まずはノコギリを入り墨に引きます。1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所、7、8。とりあえずこの8箇所を引きます。ここはこの手の下を通るようにノコギリを入れます。この箇所はこの頭の一番高いところを残すようにノコギリを入れる。あ
あとはそのまま入り墨でノコギリを入れます。側面の入り墨にノコギリを引きました。1、2、3、4、5、6、7、8箇所。では、これも正面の時と同じように、余分を線に合わせて取っていきます。小刀を使って取っていきますが、この繊維に合わせてパキッと取れるところは取ってしまいます。それ以降は、斜めに線の外側を取ります。片面の余分を斜めに取ることができたら、裏面も同じようにやってください。型紙の線の外側の部分、斜めに落とすことができました。これができたら、この斜めの間の部分、まだ残っている余分を取っていきます。注意する点は、この耳の部分。この耳の部分は、繊維から浮いている、つながっていないところなので、強い衝撃を与えると、ボロッと取れてしまいます。なので、繊維に逆らったような力を加えたり、衝撃を与えたりしないように注意しながら取ってみてください。正面の余分と側面の余分が取れました。一周ぐるっと回してみます。はい。今はこんな状態です。ここまでできたら、消えてしまった中心線を描き直してください。正面と側面の余分が取れたので、次はパーツを彫り出す斜めを取る作業になります。正面側面の余分を取る作業は、ある意味型紙通りに削っていけばよかったんですが、ここからは自分で彫っているものを確認しながら彫る作業になるので、少し難しくなると思います。ですが、ここを乗り越えれば、もうほぼ完成したも同然になるので、頑張って彫っていきましょう。では、この耳の間、保留にしていたところ、彫る量が少なくなったので、ここを取ってしまいたいと思います。型紙を合わせて、下側、線を描いて、反対も合わせて、線を合わせて、一部の平刀で取ります。耳の間が取れました。パーツを彫り出すっていうのは具体的に何かというと、いるところは残していらないところは取っていく作業です。では明確にいらないところを取っていきます。この顔はこのほっぺたからまっすぐ続きます。なのでこの木もまっすぐ上に行きます。左右同じく。で、この斜めのところに行き着いたら、ここはこう。これが頭の形なのでこうなります。で、横から見たとき、耳がこうあって、耳の行き着いたところと後頭部のこの線を描きます。で、両方の内側、この部分はいりません。はい。なので、このいらない部分は取ってしまいます。小刀でぐっと差し込んで、反対側も取ります。今度はちょっと違うやり方で、丸刀でパキッパキッパキッと取って、ここも取ります。
取れました。では次は手を出します。では今回こういう風に、両手を揃えるようなポーズをしています。なのでこの絵を写します。見たまま、なんとなくの形で中心線から下がってでこうと、下絵ではこう一回下がって上がって広がってで曲がってっていう風にちょっとカクカクさせていますが、今の段階ではちょっと下がってで上にやってこれぐらいでいいです。で反対側は胴体からそのまままっすぐ、ここはいりません。反対も一緒、ちょっと下がって上がってで胴体はまっすぐ、ここはいりません。はい、ではこれを取ります。丸刀で繊維に沿ったような向きで取ります。反対も同じく取ります。外側が取れたら内側も取ります。平刀でついて腕の大まかな形が出ました。では後ろと側面の余分の時は省略していた尻尾を出したいと思います。型紙を合わせてこの、お尻の位置を描きます。お尻の高さですね。反対側にも同じ高さを描いてこれをつなげます。で中心線の左右、ちょうどいい太さで線を引きます。ここが尻尾が入る位置です。なので尻尾の外側はいりません。この赤い線のところはいりません。で体はこのお尻の線から斜めに入れます。なのでこの外側の部分はいらない。ではこれを取ります。平刀でこの土台のところのちょっと上を刺して繊維を切ります。繊維を断ち切ってで小刀の刃裏を使ってここを取ります。反対側は持ち替えて刃表を使って取ります。はい、両が取れました。はい、それでは次は耳の形を少し出したいと思います。耳はここの部分がこちらを向いているというか斜めになっているのでその形を出します。ここが耳の先端になるので顔の内側まで先端から線を引きます。で同じく先端から、顔の付け根のところまで頭の付け根のところまで線を引いてこの内側の部分は取ってしまいます。小刀ではい、こうして斜めに取ることで耳の内側が出せました。これを反対側もやります。出っ張っているところの大まかな形は出てきました。なので、ここからは胴体や顔、そういう部分の斜めを取っていきます。今は角張っているのが斜めを取ることで丸みが出るような雰囲気が出ます。バランスを見ながら斜めを取ります。はい、で背中の方も取ります。
逆にお尻の方も同じく取ります。斜めにでは背中が取れたので、次は顔を出したいと思います。顔は今あるものをそのまま斜めに面を割っていくんではなくて、少しだけ形を出したいです。この斜めの線はもう出ていますが、この顎の形っていうのは今は出ていません。なのでこれを、線で描いてみます。だいたいこれぐらいで、同じになると思います。この時必要なのはこちら側なので、この外側はいりません。なのでこれを取ります。丸刀でこれで顎の形が出ました。同じ要領で足や腕も出します。この足があって少し上の部分からこんな感じではボリュームを出します。小さい丸刀でこの削るときに注意なのは、あんまりこの太ももの方を深く掘らないこと。あんまり深く掘っちゃうとこの胴体の太さがなくなっちゃうので、こっちは浅く、この足の先端側は深めにやってボリュームを出します。それができたら次は、手の方いきます。こういう形になっています。なのでこれに合わせてさっきと同じ深丸で出します。下絵の方では描いていないんですが、このまま、この胸の部分、この上のところを真っ平らにしておくわけにもいかないので、同じくこちらも削ります。で、腕は残しておきます。腕の付け根から線を引いて、それを避けるように取ります。ちょっと小刀で線を切っておいて、丸刀で取ります。この時どのぐらい取るかっていうのはやっぱり感覚になります。この顎のところのボリュームを出す必要もあるので、ここですね。なのでそれに合わせて取ります。どうでしょうか。だいぶ、今彫っている方もうさぎっぽくなってきたような感じがします。で、顔は今は顔の外側の部分、ほっぺたの部分が一番太くなっているので、そのまま斜めに取ると顔の中心も斜めになります。でもどちらかというと顔の中心はこの中心線と同じようにまっすぐしててほしいので、一回これで取っちゃいます。で、反対側は中心線ぐらいから全く取らないようにして、で、ここのさっきの線まで合わせて取る。はい。反対も一緒。で、この時、間違って耳も一緒にズバッと取ってしまわないように気をつけてください。これができたら、改めて斜めを取りたいと思います。では、腕の内側、ここを取っていきます。この見本を見てほしいんですが、この中心を少し取らないところを置いておいて、そこから上に向かって取っています。
この線に合わせて浅く、軽めの力で切り込みを入れて、で反対からやって取ります。パツパツと。はい。でどこまでの深さを取るかっていうと、この胸の斜め、この胸の斜め、ここまで深さを出します。では次、足を出します。足は下絵では、まっすぐというか四角くして取っています。見本では、台形のような形にして取っています。今回彫るのも台形の見本のような形に合わせて取ろうと思います。この残っている足のところから斜めに線を描いて、この足のところからこっちに延長して取ります。で、この外側のところを取ります。はい。で、外側が取れたので内側を取ります。この中心のところですね。平刀でついて、はい、取ります。足の形が出ました。荒彫りがだいたい済みました。ただ、見本や型紙と比べると、例えば耳がすごく大きかったり、この手が、長かったり、あと本来はこの胸のところとお腹のところっていうのはこの一直線につながっていてほしいのに、今は胸からお腹に行くと余分なところがこんなについている状態になっています。なのでこういう余分なところ、改めて型紙を合わせて認識したいと思います。型紙を合わせて線を引き直して、あからさまに多いところは取ってしまいます。耳は、ここでこの手前はいらないみたいです。あと手も長い、ここから下はいりません。ではこことここを取ってしまいます。はい、耳の前側と手の長すぎるところを取りました。ではこの、さっきも言ったお腹の前のところ、これ取りたいと思います。最初、側面の余分を取った時に型紙、この手の後ろ側の部分とお腹のところのこの部位のところ、これ取っていなかったんですが、これも取ります。はい、改めて線を描いて、取るところをはっきりさせて、いきなりズバッと全部突き刺そうとすると、この上の方に木の繊維で、吹っ飛んでしまうこともあるかもしれないので、ちょっと手加減しながら、様子見ながらついていきます。はい、これで荒彫り、くぼりは終わったと思うので、一周ぐるっと回してみます。はい、こんな感じです。全体的な、形は出ています。見本と比べてもほとんど同じ形をしていると言ってもいいと思います。
なのであとは面を整えていきます。仕上げができたので一周ぐるっと回してみます。はい。見本と比べるために見本と一緒に回してみます。はい。細かいところでわずかな差はありますが、ほとんど同じものができたと言っていいと思います。では、目と口を書き込みたいと思います。目を書き込む時の注意点は、片方の目は、側面から見たいいかなと思うところに書いていいんですが、例えばここ、もう片方もいいかなと思うところに書くと、同じところに書いたつもりでも高さの差が出てしまうことが多いので、片方書いたらもう片方は高さを確認しながら位置を決めて、で少し小さめに書いて高さを確認しながら修正していく。こんな感じですかね。これで正面から見た時も側面で見た時も、違和感なく位置が決めれました。口に関しては特に決まりはないです。中心から外れないようにだけ気をつけて書き込みます。はい、できました。はい、今回は彫刻刀6本で面彫りのうさぎを彫ってみました。久しぶりに面彫りを彫りましたが、結構可愛いですよね。なんというか、ちゃんとうさぎに見えているというか、可愛らしいなと思います。ということで今回の動画は以上となります。もし彫ってみて、ここがわからないとか分かりにくかったっていうところあったら、コメント欄に書いていただければ、できる範囲で返答していきたいと思うので、よければ、コメントいただければなと思います。ということで、次回は、こちらの、今回の面彫りうさぎよりも大きいサイズで面彫りではない少しリアルな感じでうさぎ彫ろうと思うので、よければそっちの方も見ていただけると嬉しいです。ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。